おはようございます。たかしです。本日は11月30日木曜日、ただいま9時8分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在大枠では上昇トレンド中です。黄色丸のしてあるところを見ていただければわかりますが、安値を切り上げ、高値を更新しての上昇トレンド中。ただし現在っていうのは直近の高値、黄色丸の高値も上抜けてさらに高値更新をしてきております中での次、今調整の下落を見ている段階です。現在ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスの下落中ですので、基本的には今下落方向に動きやすい。ストキャスティクスが過去のデッドクロスの位置、この辺りもしくは安値付近まで下げてくるぐらいまでは下落方向に動きやすいとは考えております。ただ GMMA の青帯付近で反発してくるっていうことも考えられますので、その辺りまでですね、現在地から下落してくるとちょうどこの辺り、このダブルトップのネックライン付近のローソク足実体部分ですね、 185.5 付近になるんですが、その辺りまでの下落は見ておいてもいいと思いますが、その辺付近に来れば次反発の上昇していくだろうというふうにも見えますので、現在は上昇トレンド中ですので、基本的には今調整の下落で下がってくれば、そこからは次冷やし単位の押し目買いが入りやすい、そういう試合にも入ってきてますので、その辺は注意です。ただもうちょっと下げる余地はあるとは思ってますけれども、やはり昨日のローソク足なんかを見ていても下髭上髭が出てますよね。ちょうど現在地っていうのは過去のこの高値、白い水平線がありますが 186.771、 この過去の高値になりますので、やはり意識されるポイントですので、一旦本日は上昇、反発上昇後の再下落っていう、そんなイメージを持っておくのがいいかもしれません。では4時間足です。先ほどの日足のダブルトップからの下落ですね。4時間足も GMMA は上を向いておりました。ただしここ直近 GMMA 付近で少し上値が重い、そういう動き方をしておりますので、 GMMA の青帯自体が今横ばいになってきましたね。ですので基本的にはこういう状態になってくるとレンジの動きをしがちです。つまり上がったり下がったりと分かりにくい動きになってくるという可能性ですね。もちろん日足の GMMA 付近まで下げてくる可能性がありますので、先ほど言っていたこの辺ですね、ちょうどオレンジの水平線を2本引いてますが、この辺がダブルトップのネックライン付近になります。ですのでその辺りまで下落する余地はあるんですが、現在は GMMA の青帯に接触、それから先ほど言っていた日足の直近の高値の白の水平線、その辺付近で下げ止まっている感じもしますので、一旦反発後の下落になるのか、それともこの白の水平線 186.7 付近を明確に下抜けてくるのかどうかっていうところに現在は注目です。ストキャスティクスは方向感なく動いておりますね。ですのでまずはこの日足の水平線を明確に下抜けられるかどうか、下抜けてくればこのオレンジの水平線付近までは下落していくと考えます。では1時間足です。1時間足は綺麗に下落トレンドを描いておりますよね。この最高値から高値と安値をそれぞれ切り下げてだんだんと下落してきております。本日もここつい先ほどローソク足確定したんですが、昨日の安値を更新してきておりますので、これでまた再び下落トレンドが継続ということになります。ただちょっと気になるのが GMMA の青帯をちょいちょい抜けているんですよね。昨日もそうですし、一昨日もそうです。GMMA の青帯を少し抜けております。で、これ左側の波を見ていただきたいんですが、この上昇トレンドですね。GMMA の青帯で綺麗にサポートされてますよね。ただし、現在のこの下落トレンドっていうのは GMMA の青帯をちょい抜けをしておりますので、この辺は気になるところですが、まだ下落への転換の初動ですので、それが原因の可能性もありますけれども、今現在地で言うと、ここでダブルボトム、昨日の安値と本日の安値でダブルボトムになって上昇するということも考えられます。その場合は昨日高値ぐらいまで上昇してくるかもしれませんので、その辺注意ですね。そして4時間足はレンジの可能性もお話ししましたので、その辺を複合的に考えてどう動くかっていうところを想定しておきたいですね。基本的には1時間足は今下落トレンド中ですので、上がったところから売っていくという戻り売りの考え方ですけれども、もしかすると本日はちょっと大きめの上昇からの下落になっていくのか、それとも日足のラインで現在サポートされてそこから上昇転換していくのかっていう可能性も考えられますので、その辺に注目ですね。
では次はドル円を見ていきましょう。ドル円はオレンジの平行チャンネルの中で動いているというお話をしておりました。ちょうどその下限まで到達しまして、昨日はその辺付近からの反発になってきております。ストキャスティクスもそろそろ安値圏に来ておりますので、現在地付近はチャンネル下限ですので、ここからの反発上昇っていうところは考えておきたい。ただし、日足の GMMA の下に今潜り込んできてますし、過去にも上値を抑えられて下落してきているという事実がありますので、今回上昇してきても再び日足の GMMA 付近では上値が重くなってくるだろうと考えられます。では4時間足です。4時間足は下落トレンド、綺麗にトレンドを描いておりますね。GMMA の青帯で抑えられての下落になってきてますので、現在は日足の平行チャンネルの下限、このオレンジの右上がりのラインがありますので、その辺付近で昨日反発してきましたが、本日ここからもう一段上昇していけるのかどうかというところです。ただ基本的には下落トレンド中ですので、上昇してきたとしても、この白のトレンドライン、もしくは GMMA の青帯付近では上値が重くなって再び下落していくと考えられますけれども、現在は最安値付近にありますので、ここからの下落をイメージするのではなく、もし下落方向にトレードするのであれば、しっかり戻してきたところからの戻り売り、GMMA の青帯か白のトレンドラインぐらいまで戻してきてからの、そこからの下落の流れをイメージしておくといいと思います。逆に今は押し目買いがしやすいところでもありますよね。現在地付近での大きなダブルボトム、その中でさらに昨日安値の付近でのダブルボトムっていうことも考えられますので、現在地からすぐにトレードするのであれば上昇方向の流れに乗っていけそうです。では1時間足です。1時間足は綺麗に GMMA の青帯で抑えられておりますよね。昨日も一昨日も GMMA の青帯付近まで上昇してからの下落になってきております。そして現在は昨日の安値付近でのダブルボトムになるのかどうか、日足の平行チャンネル下限からの反発上昇になるのかっていうところですね。短期的には上昇をイメージしておいてもいいと思いますが、まずは現在地で下げ止まりを作れるかどうかですね。下げ止まりを作れれば一旦の反発上昇、先ほど言ってましたこの白のトレンドライン付近までの上昇、現在地から垂直に上昇してくればだいたい148円、149円手前ぐらいですね。そのあたりまでは上昇してもおかしくないのかなと思っております。だいたいこの赤いライン付近ですね、148.7 付近っていうところが次の上昇のターゲットになってきます。ただし基本的には下落トレンド中ですので、それはお忘れのないように。とは言っても現在地は今日足の安値圏にありますので、ここからの反発を見ておきたいんですが、このまま下落トレンドが継続していくっていうことも考えられますので、その場合は注意。そして本日は月末最終日ということもありますので、分かりにくいところでのトレードは避けていくのが賢明だと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画も更新しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画はその知識の宝庫です。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。本日は11月最終日ですので、ご入会されるなら来月頭ですね。12月頭に入会していただくのがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube のメンバーシップでもご視聴いただけますので、そちらもご検討ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。